はい、こんにちは。そろばん情報局のなつみです。今回のテーマはこちら。スピードについて。そろばんをもっと早く弾けるようになりたい。そう思っている方、多いですよね。でも、なかなかスピードが上がらない。指がスムーズに動かない。そんなお悩みありませんか？今回は1日3分でできるそろばんのスピードを物理的に上げるトレーニングをご紹介します。今回の練習と前回の動画で紹介したスピードを上げる考え方を実践すれば、指の動きがスムーズになり、計算スピードは確実にアップします。今回のやり方を覚えたら、時間を計って1セット行い、次回は1秒でも早くできるように指を早く動かすことに慣れていってください。初心者向けから上級者向けまでレベル別に紹介をしていくので、ぜひ最後までご覧ください。今回の内容は普段の練習だけではなく、大会や検定試験の会場、本番前にもできることなので、ぜひ好きな練習方法を見つけてくださいね。そろばん情報局では、そろばんの計算方法やコツをわかりやすく解説をしているので、上達したい方は最新情報を見逃さないようにチャンネル登録をしてチェックをしてください。ではまずトレーニングの前に注意点からお話をしていきます。スピードに特化しすぎると正確性が下がってしまいます。そろばんはスピードと正確性のバランスがとても大事です。今回の動画は指を自分の今のスピードよりも早く動かすことになれる指の準備運動だと思ってください。この指の準備運動の中で自分の正解率が高いスピードを見つけて通常の練習の時に活かしていきましょう。では早速トレーニング1つ目、基本の指鳴らし。このトレーニングは習い始めの初心者の方からできる一番シンプルで指をスムーズに動かすための基本の練習となります。練習効果はそろばんの玉の形を覚えて指使いをしっかり覚えられることです。手順はとても簡単です。では早速そろばんで一緒にやってみましょう。そろばんの一番左端から使っていきます。一番左端に順番に1、2、3、4、5、6、7、8、9と横並びで置いていきましょう。指使いを間違えないように気をつけてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。では、この1から9まで1セットが終わったら、またすぐ隣から1から9の1セットを置いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5。はい。このような形で端から端まで1、2、3、4、5、6、7、8、9を置いていってください。ここまでできたら次は引き算の練習をしていきます。また左端に戻って、今度は引き算引いていきましょう。引く1、引く2、引く3、引く4、引く5、引く6、引く7、引く8、引く9。はい。またね、ここから残りの分もやっていきます。はい。これが1セットとなります。では次に2つ目のトレーニングに進みます。1から任意の数までの加減算。ここからは繰り上がり、繰り下がりを習っている初心者の方から中級者向けの内容となります。練習効果は繰り上がり、繰り下がりの手順を確認できて、自分の苦手な繰り上がり、繰り下がりの数字やルールに気づきやすいことです。やり方は1から切りのいい数まで足し算、引き算をしていくだけです。では実践していきます。今回は1から10までの計算にしていきます。慣れたら30まで、50まで、100までというように数を増やしてみるといいですね。では早速やっていきましょう。では、いつもの普段の定位点を使っていきます。普段の1の位にまず1を置きましょう。次に2を足していきます。次は3を足しましょう。次は4を足します。
5、6、7、8、9、10。はい。ここまでできたら今度は引き算をしていきます。引く10、引く9、引く8、引く7、引く6、5、4、3、2、1。はい。きれいに0の状態になりました。ここまでが1セットとなります。では次、トレーニング3つ目、165の計算。ここからは桁数と計算の回数が一気に増えるので、中級者から上級者向けの内容となります。練習効果は同じ内容を繰り返すことで、指を最大限早く動かす練習につながることです。では、一緒にやっていきましょう。この165の計算でもそろばんの端から端までを使っていきます。まずは一番左端に165と置きましょう。165。はい。そしたら、またね、同じところに165を足していきます。165。まだ足していきます。165。まだ足していきます。165。まだいきます。165。165。はい。最後、この9が並んだとき、ここまで来たら1回分が終了です。そしたら、この9のすぐ隣、ここから次はまた同じく165を足していきます。また9が並ぶまで続けていきましょう。165、165、165、165、165、165。はい、これで9が並びましたね。この調子で、またすぐ隣の0のところから165を足していく。また9を並べていく。このような形を一番端まで続けていきましょう。では、私実際にやっていきます。このような形となります。端から端まで9をずらーっと並べていく。で、そろばんの桁によったら最後、一番最後の一桁のみ0になる可能性があります。最後は0で大丈夫です。このようにそろばんの端から端まで9を揃えて、これでおしまいとなります。では、4つ目のトレーニング。1,2,3,4,5,6,7,8,9の加算。これも中級者から上級者向けの内容となります。練習効果も先ほどの165と同じく繰り返しの工程なので、指を早く動かすことに慣れやすいです。では、一緒にやっていきましょう。そろばんの真ん中よりも一つ左の定位点から考えて100の位から始めていきます。なので、ここですね。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9と置いていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、これでぴったり1の位に揃っているはずです。では、また同じ場所から1、2、3、4、5、6、7、8、9を足していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まだ繰り返していきます。同じ場所から1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。この練習の一番の特徴は、続けていくうちに、そろばんの盤面、
そろばんの数が面白い並びになるので、間違いに気づきやすかったりとか、その日の指の動きの調子に気づきやすいことです。では、まだ続けていきます。同じところから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まだ続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まだ続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。またちょっと面白い並びになりました。まだ続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まだ続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。また面白い並びになりましたね。はい。また同じく、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9続けていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。この1がずらーっと並ぶタイミング。ここまで来たら次が最後です。最後、またいつもと同じ場所から足していきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。最後の形が1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。この形になったらおしまいです。では次、5個目のトレーニング、倍加算。これも中級者から上級者向けの内容です。この倍加算は私が一番大好きな指鳴らしの練習方法です。練習目的は制限時間を設けて練習効率が上がること。それと何桁までできたか、結果がとてもわかりやすいので次の目標になること。はい。では、やり方をまずは解説していきます。1から50までの間の数字で好きな数字をそろばんに置いてください。この時に普段の1の位よりも少し右側、真ん中より右側の定位点を使うとやりやすいです。では私はここから始めていきます。ここに今日はこの動画撮影しているの3月21日なので21から始めていきます。はい。皆さんもね、好きな数字、50までの数字で好きな数字を置いてみてください。はい。そしたら次は大きい数、そろばんの中の大きい数、こっちですね。はい。ここの数字をそのままそろばんに足していきます。ここに2があるので2を足しましょう。で、次こっちですね。はい。ここには1があるので、ここに1を足しましょう。はい。そしたら今度は42に変わりました。また大きな位から始めていきます。ここには4があるので4を足します。そして次は2があるので2を足します。はい。また大きい位から計算していきます。8があるので8を足しましょう。次は4があるので4を足します。はい。また大きい位に戻って、ここには1があるので1を足す。ここには6があるので6を足す。ここは8があるので8を足す。はい。このように倍に計算をしていってください。この練習は制限時間を設けて練習をしてください。制限時間1分もしくは1分半でどこまで倍にできるかをチャレンジしていきます。そして注意点なんですけど、制限時間になったとき、普段の練習の場合は、制限時間が終わった瞬間に計算をやめる必要がありますが、この倍加算では途中でやめずに1の位まで必ず計算を終わらせてください。どういうことかというと、このような形で倍にしていたとしましょう。そして次、また大きなところから倍にしている最中、ここで制限時間になったとしましょう。普段ならここでもう計算終了ですけど、必ずね、今ここまで倍にできたんですけど、1の位までしっかりタイマーが鳴った後も、制限時間になった後も、1の位までしっかり計算続けてください。タイマーが鳴っても気にしないでください。はい。ではね、続きやっていきます。4、8、7。はい。1の位まで終わったら、ここでおしまいです。はい。で、この練習をしたときは、始めた時の数字、私の場合は21ですね。21と、あとはこの今のそろばんの状態。
この答えをコメント欄に書いてください。では、実際に時間を計って一緒にやってみましょう。では、1分間今から測っていきます。私は先ほどと同じように21から始めていきます。では、いきます。1分間。はい、よーい。はい、始めて。やめて、そこまで。1の位まで必ず計算を進めてください。はい。1の位まで計算が終わったら、皆さんが始めた時の数字、私は21なので21です。あとは、このそろばんの状態をコメントに書いてください。私はね、今もう見てしまいます。21から始めて、ここ21ですね。21から始めて、2、4、6、8、10、11桁で1始まりなので、ここですね。はい。ここ。見えますかね？はい。これです。はい。11274-289-152正解してますね。はい。私の場合は、これ、はい。29回倍にできました。はい。このようにね、コメント残してもらえると、何回倍にしたかっていうのね、私が調べてお返事必ずしますので、次はですね、私の場合は29回だったので、次は30回を目指す。このようにね、目標を立てやすくなります。皆さんもぜひコメント欄を活用してください。最後に番外編として、読み上げ算。読み上げ算はスピードアップにとても効果がある内容です。数字を聞く力、判断力、瞬発力、この3つが主に鍛えることができます。先生やお家の人に問題を読んでもらったり、自動読み上げソフトを使って練習をしてみるといいかと思います。今回の動画では、計算スピードを上げるトレーニング方法について紹介をしました。最後におさらいをすると、まず一つ目のトレーニングが、1,2,3,4,5,6,7,8,9を端から端まで置いて引く。これは初心者向けの内容です。次に二つ目、1から好きな数までの足し算、引き算で繰り上がり、繰り下がりをマスターしていく。これも初心者から中級者向けの内容です。次に3つ目の練習は、165の繰り返しで同じ動作のスピードを上げていく。これは中級者から上級者向けの内容です。4つ目の内容は、1,2,3,4,5,6,7,8,9を繰り返し足して、盤面、そろばんの数を楽しみながら大きい計算に慣れていく。これも中級者から上級者向けの内容です。次に5個目、倍加算で制限時間を設けながら、計算スピードを極限まで上げていき、目標を達成していく。こちらも中級者から上級者向けの内容です。最後に番外編として読み上げ算で瞬発力を鍛える。今回の動画を参考にして、計算スピードと指の動きがスムーズになることを目指していってください。今回の動画が役に立ったと思ったら高評価お願いします。次回の動画は普段と少し視点を変えて、そろばんが脳に与えるいい影響について最新の研究結果などをもとに解説をしていきます。見逃さないようにチャンネル登録をして次回の動画もぜひチェックをしてください。東谷珠算塾ではオンライン受講生を募集しています。
興味のある方は概要欄をチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。